頂戴いたします。娘がお世話になりながらなかなかご挨拶にも伺えず、誠に失礼をいたしました。大岡様はお忙しいお身の上、お気遣いはご無用でございます。恐れ入ります。しかしこのようなおてんば者が茶の湯を習いたいなどと粗相ばかりしているのではないかともヒヤヒヤしております。素直ないいお茶をお立てになります。私は好きですよ。あら、それって褒めていただいてるのかしら。これいいものですね。親子はこうして仲睦まじく羨ましいような気がいたします。お父上ったらいつになくかしこまって。いや、何、師匠殿があまりに素敵な方だったでしょ。お若い頃はさぞかしお綺麗だったでしょうね。いや、というよりどことなく似ておられるのだ。聖火の母に。おばあ様に。厳しいお人だった。思い出したよ。最前のようにそらされてよく叱られていた頃のことを。それでお父上も頭が上がらなかったのですね、おばあ様にだけは。独り身と言っておられたな、師匠殿は。よくは存じませんが、ご結婚されて間もなくご主人を亡くされたとか、お子もなく新たに縁づかれることもなく今日まで。お寂しいことだろうな。それからほどないある晩のこと、弱い60に届こうかという老いた浪人者が何者かに切り殺された。こちらでございます。お改めを。七之丞殿。亡き夫宮部一右衛門の弟一之丞にございます。その浪人宮部一之丞は茶の湯の師匠宮部初の義理の弟であった。もしや一之丞様は返り討ちに遭われたのでは。とうとう目指す敵を見つけたと伺いました。ほら、初様はご存じなかったんですか。いえ、私は何も。探し求めて幾年月、これでようやく
帰参が叶うとお喜びになっていた矢先だというのにの。亡くなられた御仁は初殿の義理の弟ごとか。お悔やみ申し上げます。わざわざご丁寧に恐れ入ります。初様、それでは手前はこれで。諏訪屋さんには最後の最後までご面倒をおかけいたしまして、どうかお力落としのないように、何かございましたらいつでも諏訪屋へおいでください。では。弟御のほかにお身内は？ございません。これで本当の一人っきりになりました。ちなみに初殿のお国元は？諏訪の高島でございます。何故義理の弟御と二人江戸へ参られた？別にこれといった司祭があるわけでは。あったか。仰せの通り、信州高島藩から仇討ち願いの届けが出ておりました。目指す敵は出奔した高島藩士浦沢源之助、売っては浦沢に夫宮部一右衛門を切られた妻初と一右衛門の弟一之丞。やはり初殿は弟御と共に敵討ちを志して。お奉行はこたびの一件にはその仇討ちが関わっていると。どうやら先頃仇敵を見つけたらしい。殺された宮部一之丞が。では敵を討たんとして逆に返り討ちされたということも。十分考えられる。すごい執念ですよね。どこにいるかもわからぬ相手を延々と追い続けるなんて。討手にとっては当然のこと。敵を追うためには寝食を忘れ一寸の間を惜しんで臥薪嘗胆の限りを尽くすのだ。見つけずしては武士の大義が立たん。ですが笹倉様、この届けが出されたのは40年も前のことなのですよ。40年？それはさすがにちっと長いの。一生棒に振るようなものじゃないですか。私だったら途中で諦めるな。ひとたび敵を求めて国元を出たならば、その仇を討たぬ限り帰参はできぬ。武士の名誉とお家の存亡がかかっているからだ。さよ、そういうことだ。分かったか？はあ。届けが出ている以上は正式な敵討ち。その返り討ちとあらば咎めがあっても形だけ。浦沢平も別段逃げ隠れはいたしますまい。早速居所を探させましょう。そうたやすく行くかな。どうもありがとうございます。どうも。はい。これは先日の信州味噌か。いい匂いだ。手前味噌という通り、味噌といったらその家々のもので、買ってくださるお方はこの江戸でもまだまだ少のうございます。屋号が諏訪屋。加えて初殿や弟御と旧知の間柄となると、その方の在所もまた高島なのであろうな。ちょいと。実を申せば、手前もかつては禄をはむ身でございました。では武士を捨てて商いを？はい。もとより武士としての裁量もなく、暮らしは石品洗うごとしのありさまで、ならば一層
刀をそろばんに持ち帰る道もあろうかとこの諏訪屋の婿養子に。よくぞそこまで思い切ったものだ。命を賭して敵を追う初様と一之丞様とはおよそ武士の志が違いました。武家の出ならば話は早い。40年前二人揃って仇討ちの旅に出たいきさつ聞かせてくれぬか。はい、まこと因果なことでございます。お二人の敵浦沢源之助はかつて初様と思われる間柄でございました。初殿と。やがて初様には縁談が持ち上がり、二親の強い勧めもあって宮部様へ嫁ぐことに。ところが浦沢の方はどうしても諦めきれず、ある日とうとう宮部様を呼び出して。浦沢、何の用だ。その後すぐ浦沢は出奔。初様と一之丞様は仇討ち免除を受けて浦沢の後を追ったという次第でございます。なるほど。初殿はかつて思いやった相手を敵として追うことに。さよう。昨年の春一之丞様はふらりとここへ参られて。一之丞は確かに言ったのだな。目指す敵を見つけたと。はい、すぐにも浦沢を討つのだと。それはもう大層な意気込みでして。初殿には伝えるいとまもなかったということか。お座り、お座り。さくら、はい。待て、待つのですよ。もうしばらく我慢を。これ、なんて情けない。もう。香りのしつけは厳しいな。やはり母上よりおばあ様の血筋だが。お父上、お師匠様の弟様を切った下手人はまだ捕まらないのですか。何でも敵に返り討ちされたとか。おう、そんなおばさん。お気の毒でなりません。女の身で40年も敵を追ってその挙句、私今まで何も知らなくて。40年か。浦沢源之助の居所が分かったとは誠にございますか。いや、まだしかと確かめておらんが。何故そのような勝手な真似を。またしても我らを出し抜くつもりでございますか。お主らを出し抜いて何になるんだ。笹倉様、
負け惜しみにしか聞こえませんよ。まあ笹倉、あとはお主に任す。浦沢源之助だな。それがしに何か。南町奉行所の者だ。信州浪人宮部一之丞惨殺の方により同道願いたい。それがしは。立て。おい。何をなさ。早く行けよ。いつ会われたのです、浦沢源之助に。何を仰せられます。あの男の顔、今まさに40年ぶりに見たとは思えぬご様子。この長屋を知っていたことが何よりの証ではござらぬか。何があったんです、二人の間に。浦沢源之助に極刑を望むなら、今のまま敵討ちのことは黙っておられることです。免状をもって正式な仇討ちと認められれば、たとえどちらが敗れようとも構いなし。討っ手を返り討ちにしたとて罪は免れましょう。では無罪放免。ただしそのためには初殿がお持ちの仇討ち免状を改める必要が。それができないとあれば、二人の争いはただの切り合いということになりましょう。その時はおそらく死罪。死罪。自らの手で浦沢源之助を討つことができぬ今、それが初殿にとっては最良の処罰。違いますかな。だが浦沢源之助の戦意は思わぬ方へと転がっていった。浦沢は頑として一之丞殺しを認めなかったのである。やったのだろう。渋滞。初殿がお持ちの仇討ち免状を改める必要が。あの弱った体でしぶといこと。相手は胸を患っているのだ。少しは手心を加えぬか。弱ったところを叩いてこそ真実が口をついて出るというもの。真実か。浦沢の体に刀傷は？いえ、別にそんなものは。ならばあの血刀をどう解くか。血刀でございますか。その方らも見たであろう。宮部一之丞が手にしていたという血染めの刀を。あれほどの血のりなら切った相手も相当の深手を負っているはず。浦沢にそれらしい傷がないとなれば。では浦沢は下手人ではないと。恐れながらそれについて私すでに真相を見抜いております。聞けばあの者は食うに困って腰の者はとうに売り払ってしまったとか。指しているのは竹光にございました。竹光か。それではやはり返り討ちは無理ということに。いいから黙って聞こえ。お主は
一之丞は己自身の刀で切られたと言いたいのか。さすがはお奉行、その通りにございます。二人の浪人はどちらも老齢、足腰が弱ってこの刀を取り落とすようなことがあっても何ら不思議はない。浦沢はこれを拾ってえいやと。では刀の血は一之丞本人のもの？少しばかり強引なのではありませんか？いやいや、なかなかどうして大したものだ。はばかりながらこの私、伊達に年番型筆頭与力の要職をお預かりしているわけではございません。誠にお見事。それがし感服つかまつりました。ごめん。お奉行は本当に笹倉様の言う通りだと？悪くない。目の付けどころは悪くないのだ。だが相すまぬ。病の身に手荒なまりをいたした。今の様子ではお主に一之丞は切れそうにない。初殿は自らの手でお主を討つ所存であった。夫を切り40年後の今また弟子を切ったお主を憎んでも憎みきれない仇として。さようでござったか。ではやはりそれがしの話を信じてはもらえなかったということに。40年後の再会を果たした折、お主と初殿の間に何が？今からほんの10日ばかり前のこと。ようやく会えた。そなたに会うためで今日まで生きながらえてまいった。このままでは死ぬに死にきれぬと拙者は宮部を殺してはおらぬ。断じて殺してはおらんのだ。死を目前にした今、思いもよらぬ執心がせめて最後に初殿に真実をと。話を聞いた初殿は今さら信じろという方が無理なことだとは分かっておりまする。いつなりと切られる覚悟で長屋の場所を教え申した。話したのか、弟子にもそのことを。だが事実とは受け止めず、一之丞はお主を切ろうとした。しかし一之丞殿はそれがしを訪ねてきてはおりません。まだまだ未熟。あのお方、ただのお役人とは思えません。もしや南町奉行
大岡越前の神様だ。お師匠様。どうかお父上を信じてくださいませ。お父上を？決して悪いようにはなさらないはずです。私、そういうお父上を信じています。誇りに思っているんです。南町奉行大岡越前の神様ご出動。一同の者表を上げよ。あなた様。この裁き、その方にも見届けてもらいたいのだ。さて、信州浪人浦沢源之助。はい。その方は兄の敵と付け狙う宮部一之丞によってついに居場所を突き止められ、名乗りを上げて切りかかられた。されどその方の刀は竹光。一之丞の刀を奪い取り、これを切って捨てた。その後刀は一之丞の手に戻し、直ちにその場を立ち去った。しかしそれがしは即刻死罪を申しつけるべきところだが、初殿、今ここに仇討ち免状はお持ちですかな？はい、今ここに。この免状あるが上は、浦沢源之助が宮部一之丞を切りしは正式な仇討ちにおける返り討ち、すなわち浦沢源之助は無罪放免ということになるのだが、それでは初殿の気持ちが晴れまい。夫を切られて40年、共に艱難辛苦を耐えてきた弟子の命をも奪われたのだ。その胸の内、察するにあまりある。よってこたびは越前の一存により、この場にて憎き仇敵を打ち果たすことを許す。さあ初殿、すぐに支度をされよう。必要とあらば越前自ら助太刀を買って出ましょう。諏訪屋、その方この仇討ちの一切を見届けるべく、これ爪印を押すように。
ご存分に。ならぬ。尋常に立ち会うのだ。お主の竹光で。討ちたい。夫のため弟のために討ちたい。でも私の心の中に住むもう一人の私が言うのです。浦沢様は決して偽りを口にするお方ではないと。初殿。あの時私におっしゃったことがまことなら一之丞殿を討つわけがない。返り討ちにということならあの話は偽りということに一之丞殿亡き後私の心は知事に乱れておりました。何を話したのだ。この者はそなたに実は浦沢様は40年前私の夫宮部一右衛門を切ってはいなかったのだと。浦沢源之助、まことか否か、その方の口から申してみよ。切っておりませぬ。それがし断じて宮部殿を手にかけてはおりませぬ。それが事実なら一体誰が一之丞を切ったのか。諏訪屋左平、かつて浦沢が宮部一右衛門を切ったのも初殿への終身募ってのことと申したが、事実は違う。二人の仲を邪推し妬んでいたのは夫宮部一右衛門の方だったはず。もう昔のこととて多少の思い違いは。その方の偽りはこれにとどまらぬ。武士を捨てた後諏訪屋の婿養子に入ったというが、実のところ大枚をはたいて店を買い取ったのであろう。さてその金子の出どころだが、つい先頃高島藩江戸屋敷から大層面白い話を聞いてまいった。高島藩ではかつて作事の御用金を何者かに使い込まれるという一件があった。その発覚を見る前、作事方滝田左平という男が突然藩を去った。しかもその直前、目付役として監査に当たっていた宮部一右衛門が切られているのだ。滝田左平は諏訪屋左平と名を変え、逃げるがごとくにこの江戸へ。では夫を切ったのは
いまだ敵を追い続けている私たちを誰もが愚かなことをと嘲笑う中、諏訪屋さん、あなただけは違うと一之丞殿は信じきっていたのですよ、あなたのことを。だがやがてその一之丞も真実を知る時が来る。信じてもらえぬのならその時はその時、覚悟はできていると。撃つのですか、あの方を。思うところがござる。一之丞が向かったのは諏訪屋のもと。兄殺しの真実を厳しく正されたその方は、もはや口を塞ぐよりないと一之丞の命を。まさか私が殺めたと？いかに取り繕おうともその方の残した証は消えぬ。証？一体どこにそんなものが？一之丞は己自身の刀で切られ殺された。今や刀を持たぬその方ならば、一之丞の刀を持って切るよりない。バカバカしい。ただそれだけのことでなぜ手前だと？見よ、ここに残された指の跡。人の指の文様に一つとして同じものはない。すなわちこの爪印を見れば誰が触れたかわかるということだ。寸分たがわずピタリと同じ。これぞその方がこの刀を手にした動かぬ証拠だ。認めぬか、諏訪屋。その方の仕業に相違あるまい。一体何だったんだ。拙者と姉上の長く苦しんできた日々は信じてきたことが全て偽りだったとは。諏訪屋左平、その方宮部一右衛門殺害の罪を浦沢源之助にかぶせ、40年の長きにわたって世を欺き、なおかつその真実を知った宮部一之丞をも死に追いやりしこと、まことにもって許しがたし。よって必ずや極刑申しつけるものと覚悟いたせ。引き立てい。さて初殿、長き旅でござったな。夫を助け家を守り、子を生し慈しみ育て、当たり前の女の幸せさえ初殿にとっては遠き夢。全てを諦め、ただひたすらに人を憎まねばならなかった長き日々。その苦しみ辛さお察し申し上げる。さればこそその分もこれからは穏やかに過ごされたい。越前
心から願っておりますぞ。私はこの40年間助け合い励まし合ってきた弟を一人死なせてしまいました。私の生涯もまた今尽きたと同じでございます。それでは弟御の死が無駄になる。初殿の身を思えばこそ弟御は一人で片をつけようとその思いを汲み、これからは両人ともに手を携えて生きていかれてはどうか。滅相もない。それがしは遠からず死にゆくみ、初殿にとっては迷惑至極な話でござる。その方が彫ったこの仏像、どことなく面差しが初殿に似ているような。この像を刻む一頭一頭が心を慰め、生きる希望をつないでいったのであろうな。迷惑至極と思われるか、共に生きるを。では両名に申し渡す。すぐさま小石川養生所へ参られ、胸の病に良き薬処方するよう申し付けてある。ありがとうございます。かたじけのうござる。本日の知らす、これまでといたす。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光。どれだけの時が残されているのでしょうね、お二人に。もっと早くこの日が来ていれば。二人には必要だったのかもしれん。40年という長き年月が。お幸せになられますよね。きっとこれからお二人で温かく心穏やかな日々を。風吹く大地の土を踏んで焦がれる夢の中走ってお行き。なるさ、きっとそうなる。弾む心で風に向かって翼広げて。一日一日を大切に生きていこうな、香織。かけがえのない今このひとときに感謝して。明日を越えてゆけばいい。燃えるお父上、感謝感謝。さあ